こんにちは、エレキチです。前回の動画では続編があることをお話ししておきながら、ずいぶん長いことお待たせしてしまいました。申し訳ありません。お待たせしたにもかかわらず、この動画を見てくださっている皆さんには本当に感謝しています。今後もこのチャンネルで引き続き動画を公開していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回の動画ですが、スピーカーから音を出すためのアンプにおいて、良い音、原音に忠実な音を出すために必要なことを考えて、エレキチアンプを改良していきたいと思います。前回の動画で出力をできるだけ大きくするように考えて作ったエレキチアンプでは、残念ながら高性能なスピーカーを用いたとしても、原音を忠実に出すことはできません。それで今日は、このアンプがなぜ原音を忠実に再生できないのか、またそうするためにはどのようにすればよいのかについて説明し、エレキチアンプを改良していきたいと思います。皆さんもスピーカーを駆動する回路ではエミッタフォロワーと呼ばれる回路が使われるということをお聞きになったことがあるかもしれません。今日の動画ではそのエミッタフォロワーについて詳しく説明します。この回路はトランジスタでアンプを作るためには必ず知っておかなければならない内容ですので、ぜひこの動画を最後までご覧ください。これは前の動画で作ったエレキチアンプ2号 C の回路です。前回の動画でこの回路を実際に作って音が出ることを確認しましたが、実はこの回路は元の音を忠実に再現するという点では少し問題があります。それで今日はスピーカーを接続するアンプで原音を忠実に再生するために必要な要素を考慮し、この回路を調整したいと思います。これを考えるためには、音声を表す信号が回路の中でどのように伝わり処理されているのかということを理解しなければなりません。それでまず基本に立ち戻って、音がアンプなどの電子機器の中でどのような電気信号に変換されて伝えられているのか、そしてその電気信号をスピーカーがどのように音に変換するのかについて考えてみることにしましょう。音は空気の振動によって伝わります。オーディオシステムはこの空気の振動をマイクロフォンなどで捉えて電気信号に変えたものをアンプで増幅して大きくし、それをスピーカーが空気の振動に変えて音を出すというシステムになっています。では、このオーディオ機器の入力や出力で音に対応して変化する電気信号では何が振動していると思われますか？電圧でしょうか？電流でしょうか？あるいは電圧が強ければ電流も強くなるのだから、どちらか区別する必要はないのでしょうか？実はスピーカーの性能を最大限引き出すには、この答えが非常に重要になってきます。スピーカーにどのような信号を渡すかで、スピーカーから出る音が違ってくるからです。では、スピーカーには何が振動する信号を渡すべきかを理解するために、スピーカーのスペックシートにある周波数特性を示すグラフを見ながら考えることにしましょう。これはフォステクスの FE83NV2 という合計8センチの小型スピーカーのスペックシートに載っている周波数特性です。ここにある Frequency Response、 つまり周波数特性とは、周波数が変化するとスピーカーの入力端子のインピーダンスがどのように変化するか、またスピーカーから出てくる音の大きさがどの程度変わるかを示すものです。上の太い線をご覧ください。この線は入力に実行値 2.83V の電圧の振幅を持つ信号を入れたときに、どれくらいの大きさの音が出るかを示すため、横軸に周波数を取り、縦軸に音圧を取ったグラフです。つまりこのグラフは入力信号の電圧が一定で変わらないようにした状態で周波数だけを変えたときに音の大きさがどうなるかを示しています。入力電圧が同じであれば
音の周波数が高くても低くても同じ強さの音が出るようになっていないと音が忠実に再現できないので、できるだけフラットな特性、つまり周波数が変わっても特性が変わらないことが望ましく、グラフで言うと周波数特性が横一直線になるのが理想的です。このグラフを見てみると、このスピーカーは 150Hz あたりから 2kHz 弱のところまでの間では 85dB から 90dB あたりのだいたい一定の大きさの音が出ることがこのグラフから読み取れます。でも 50Hz 以下の周波数の低いところでは音声信号が全く同じ電圧 2.83V であるにもかかわらず音圧の値がかなり小さくなっているので、このスピーカーではこの辺りの低い音はあまり出ません。でも口径8センチという小さなサイズでこれほどの特性が出るスピーカーを作るのは簡単なことではなかったと思います。このスピーカーの設計者は本当に頑張って電気的な要素に合わせて質量や形状などの機械的な要素を何度も調整してできる限りフラットな特性が得られるように作った結果だと思います。つまりこれはスピーカーの設計者が入力の電圧が一定であればどの周波数でも同じ強さの音が出るようにできる限りのことをした結果出来上がったものなのです。このようにスピーカーは周波数が変わっても電圧に比例した大きさの音が出るように作られているのです。このことは後で出てくる音を忠実に再現するためにどうする必要があるかということに深く関わってきますので、スピーカーから出る音の大きさは電流ではなく電圧に比例しているということを覚えておかれてください。では次に下の線に目を移してください。この線はインピーダンス特性を表したもので、横軸に周波数、縦軸にインピーダンスを取り、各周波数でスピーカーの入力端子のインピーダンスがどの程度となるかを表すグラフです。このスピーカーの交渉インピーダンスは8オームですが、スピーカーのインピーダンスが常に8オームというわけではありません。このインピーダンス特性の線から分かるとおり、インピーダンスは周波数によって変化します。300Hz あたりから 3kHz くらいまでは8オームに近い値ですが、150Hz あたりにピークがあり、その時のインピーダンスは35オームくらいあるでしょうか。また 3kHz を超えると徐々にインピーダンスが上がり、20kHz では16オーム近くあります。このようにスピーカーのインピーダンスは周波数によって変化するのです。インピーダンスが周波数によって変わるということは、同じ電圧をかけていても周波数が違えば電流が変化するということになります。このようなスピーカーで本当に原音を再生できるのでしょうか。先ほどお話ししたように、音の強さを電圧で表すとすると、スピーカーのインピーダンスが大きくなる周波数では電流が少なくなり、スピーカーに伝わる電力、つまり電気エネルギーが少なくなります。そうすると音が小さくなってしまうようにも思えます。でもスピーカーの設計者はそれを考慮に入れた上で、音の強さが電圧に比例するようにスピーカーを設計しています。もう一度先ほど見た音圧特性のグラフを見てください。このグラフを見ると 100Hz ぐらいから 2kHz あたりまでは80から90デシベルに収まっていて、インピーダンスが最も高くなる 150Hz あたりでも音の大きさが急に小さくなることがなく、ある程度フラットと言って良い状態となっています。ということは、電流が少なくなって電力が小さくなっても音は小さくならないということです。このインピーダンスがピークになっている周波数では機械的に振動しやすく、少ない電力でも大きく振動するからです。つまり
この辺りの電気の流れにくさ、電気的なインピーダンスは高いのですが、振動板の機械的な動きにくさ、つまり機械的なインピーダンスは低いのです。それゆえに電流が小さくなっても同じ程度の音圧の音が出ているのです。スピーカーはこのように電気的なインピーダンスや機械的なインピーダンスなどさまざまな要素を考慮して電圧に比例した音が出るように設計されています。それで電圧が同じであれば、高い周波数であっても低い周波数であってもだいたい同じくらいの音が出るのです。スピーカーはこのように電圧に比例した音が出るように作られていますので、当然忠実な音を再生するにはアンプから元の音に比例して電圧が変化する信号をスピーカーに出力する必要があります。このように電圧が変化する信号を出力して負荷を動作させることを電圧駆動すると言いますが、エレキチアンプはそのような電圧駆動するアンプになっているのでしょうか。回路を見ながらその動作を確認してみましょう。ここに書いている回路はだいぶ前の003の動画で作ったエレキチアンプ1号 C の回路です。この回路は一つ前の010の動画で作成したアンプより単純な形になっていますが、これまで作ったエレキチアンプはすべてエミッタ接地増幅回路で、エミッタ接地の回路の出力の駆動方式はどれも同じなので、このシンプルな回路を用いて説明したいと思います。右に書いているのは左の回路の交流成分の透過回路です。この透過回路を用いて出力の音声信号がどうなるかを考えてみましょう。もしこの透過回路について詳しい説明を見たい方がおられたら、一つ前の010の動画で扱っていますので、その動画をご覧ください。さて、一般的なオーディオ機器間で受け渡される音声信号は音に比例して電圧が変動する信号ですから、このアンプの入力にそのような音の波が電圧で表現された信号が入力されたとします。そうするとトランジスタの入力インピーダンス RI は一定とみなして問題ないので、ベースには入力電圧に比例した、つまり音声信号と同じように変化する電流が流れます。そのベースに流れる電流に電流増幅率 HFE をかけた値の電流がコレクタに流れますので、当然コレクタにも音に比例した電流が流れます。このコレクタ電流 IC を式で表すと、ベースに流れ込む電流は入力電圧 Vin を入力インピーダンスで割った RI 分の Vin となりますので、それに電流増幅率 HFE をかけた値の電流がコレクタに流れることになります。この式からもコレクタに流れる電流が入力信号の Vin に比例することがわかります。この回路ではこのコレクタ電流がスピーカーに流れるわけですが、このコレクタに流れる電流は前回の010の動画で電流源について説明したところでお話しした通り、負荷がどのように変化しようとも電流の大きさは変わりません。インピーダンスが8オームのスピーカーをつないでも16オームのスピーカーをつないでも同じ電流が流れます。このようにエミッタ接地増幅回路は負荷によらず入力信号の大きさに合わせて電流が変化する、つまり負荷を電流駆動する増幅回路なのです。でもそうであったとしても、スピーカーのインピーダンスが8オームだとすると、電圧は電流かけ抵抗なので、先ほど考えたコレクタ電流に8をかけた値がスピーカーにかかるだけで、電流駆動も電圧駆動も一緒ではないかと思われるかもしれません。でも先ほどのスピーカーのスペックシートで確認したことを思い出してください。スピーカーのインピーダンスは常に8オームの一定ではなく、周波数によって変化するので、そうはならないのです。ではスピーカーを電流駆動したら
どんな問題が起こるのかを理解するため、いくつかの異なる周波数の信号を入力したときにスピーカーから出る音がどうなるかを考えてみましょう。先ほどスペックシートを見たポスペクスのスピーカーに周波数が 150Hz、1500Hz、そして 15kHz の3つの信号を入力した場合について考えます。異なるのは周波数だけで、電流の振幅が全く同じ信号を入力するとどうなるでしょうか。ここで同じなのは電流の振幅であって電圧の振幅ではないということを頭に明記して考えてみましょう。それを考えるにあたり、まずこれらの周波数の信号がスピーカーに入力された時のスピーカーのインピーダンスを確認しましょう。先ほど確認したスピーカーのインピーダンス特性のグラフで読み取ると、 1500Hz の時のスピーカーのインピーダンスはだいたい8オームの交渉インピーダンスとほぼ同じ値です。でもそこから周波数が上がっていくにつれてインピーダンスは増え、 15kHz あたりでは16オームくらいとなります。またインピーダンスが最も高くなる 150Hz あたりではインピーダンスは32オームという高い値になっています。このようにインピーダンスが周波数によって変化することを考慮に入れて、スピーカーにかかる電圧がどうなるかを計算してみましょう。まずトランジスタからスピーカーに出力される電流については、先ほど考慮した通り入力電圧が同じであればスピーカーに流れる電流は同じになります。具体的な例として、トランジスタの電流増幅率 HFE が100で入力インピーダンスが16オームであるエミッタ接地回路に振幅が 16mV の入力信号が入った場合について考えてみましょう。その時のコレクタ電流を先ほど得られた式で計算すると、周波数によらず 0.1A となります。ではその時にスピーカーにかかる電圧はどうなるのでしょうか。 1500Hz の時はスピーカーのインピーダンスは8オームですから、オームの法則を用いてスピーカーにかかる電圧はスピーカーに流れる電流×スピーカーのインピーダンスで 0.1A×8 オームを計算して 0.8V となります。同じように 15kHz の時について計算すると、電流は同じ 0.1A でインピーダンスは 15kHz の時には16オームですから、電圧は 0.1×16 の 1.6V となります。インピーダンスが最も大きくなる 150Hz では同じように電圧を計算すると 3.2V にもなってしまいます。入力に全く同じ 16mV の振幅の信号が入力されたにもかかわらず、 1500Hz だと 0.8V しかスピーカーにかからず、周波数の低い 150Hz の低音では 1500Hz の場合の4倍もの大きな電圧がスピーカーにかかってしまうのです。このように周波数の異なる信号が入力されると、その入力信号の振幅が全く同じであってもスピーカーに出力される電圧は周波数によって全く異なってくるということです。そうすると音はどうなるでしょうか。最初にお話したように、スピーカーは電圧に比例した大きさの音が出るように設計されていますので、電圧が高い低音と高音では大きな音が出て、その中間あたりの周波数では音が小さくなるという現象が生じます。昔はこうした音をドンシャリ、つまり低音と高音が強調された音が出るという言い方がありましたが、スピーカーを電流駆動するとスピーカーから出る音はインピーダンスカーブと同じようにイコライジングされた音、つまり一部の周波数の音が強調され、一部の周波数の音が弱くなった音が出てしまいます。このようにエミッタ接地増幅回路は電流駆動型の増幅回路であるので、元の音を忠実に再生することができないのです。それで一般に出回っている電圧駆動することを前提に設計されたスピーカーを使う場合、
元の音が忠実に再生されるように基本的に電圧駆動する。つまり負荷のインピーダンスが変化しても音と同じように電圧が変動する回路を使う必要があるのです。それでエレキチアンプも原音を忠実に再生するためにスピーカーを電圧駆動するようにしたいと思いますが、どのような回路にすればよいのでしょうか。それができるのがエミッタフォロワーと呼ばれる回路です。右の方にエミッタフォロワーの最小構成の回路を書いています。エミッタフォロワーは交流の透過回路を書いたときにコレクタが入力と出力で共有される基準電圧となるため、コレクタ設置回路とも呼ばれます。この回路とこれまで作ってきたエミッタ設置増幅回路の違いは出力の場所、つまり負荷を接続する位置です。ベースに信号を入力するのは同じですが、これまでのエミッタ設置回路ではコレクタから出力を得ていたのに対し、このエミッタフォロワーではエミッタから出力が取り出されます。このように出力先の負荷を接続するエミッタフォロワーを使うと負荷を電圧駆動できます。でもなぜエミッタ設置では電流駆動となるのにエミッタフォロワーでは電圧駆動となるのでしょうか。その仕組みを少しだけ説明したいと思います。エミッタフォロワーの回路を見てわかる通り、この回路では入力電圧はベースエミッタ間電圧とスピーカーにかかる電圧を足したものになります。それでスピーカーの電圧が大きくなるとベースエミッタ間電圧が小さくなるという関係にあります。この点を頭に置いてエミッタフォロワーの入力電圧が上昇した時の動きを考えてみましょう。入力電圧が上がるとベースエミッタ間電圧が大きくなってエミッタから流れ出す電流、つまりスピーカーに流れる電流が増えます。そしてそのスピーカーに流れる電流が増加するとスピーカーの両端の電圧は大きくなります。そうするとどうなりますか？先ほど考えた通り、入力電圧はベースエミッタ間電圧プラススピーカーの電圧ですから、スピーカーの両端の電圧が大きくなるとベースエミッタ間電圧は減少することになります。このように入力電圧が上がると出力側からベースエミッタ間電圧を下げるような力が働き、最終的にエミッタ電圧がベースより 0.6 から 0.7 ボルト低くなったところで落ち着くのです。以前トランジスタがアンプとして動作している時にはベースエミッタ間電圧は 0.6 ないし 0.7 ボルトになることをお話ししましたが、このエミッタフォロワーでもこの原則が当てはまります。このようにエミッタフォロワーの回路ではエミッタ電圧がベース電圧より 0.6 ボルト程度離れてついていくような動きをするので、まるで人が別の人から少しだけ離れて後ろについていくような、英語でいうフォローするような回路なのでエミッタフォロワーという名前がついています。このエミッタフォロワーの回路について別の言い方をすると、入力電圧が1ボルト上がると出力側から1ボルトのフィードバックが入力側にかかるような 100% のネガティブフィードバックがかかったような動きをする回路とも言えます。それでこの回路は電圧を全く増幅しない電圧増幅率が1の回路となります。ここまで考えたように、このエミッタフォロワーでは負荷のインピーダンスが変化しても流れる電流の量が変化して、結局はエミッタの電圧はベースの電圧の変化に追従していくので、負荷のインピーダンスによらず交流的には同じ電圧、同じ振幅の電圧が出力されます。これが今まさに欲しい機能で、これを使えばスピーカーを電圧駆動できます。ではここまでで考慮したこのエミッタフォロワーの増幅回路の特徴をまとめておきましょう。まず電圧増幅率ですが、先ほど説明した通りエミッタフォロワーの回路は出力電圧が入力電圧を追うように変化し、
電圧の変化はほぼ同じですので、電圧増幅率はほぼ1となります。それに対してエミッタから流れ出る出力電流はベース電流 IB プラスそのベース電流を HFE 倍したコレクタ電流ですので、出力であるエミッタにはベース電流に1プラス HFE をかけた値の電流が流れます。それで電流増幅率は1プラス HFE となります。このようにエミッタフォロワもエミッタ設置回路と同様電流を増幅することはするのですけれども、この回路は電流を増幅するために使うというよりも、出力先の負荷のインピーダンスが小さくても出力したい電圧を維持するために用いられることが多いと思います。電圧は電流かけ抵抗ですから、抵抗が大きなものと小さなものでは同じ電圧をかけるためには、抵抗が小さな方にはたくさんの電流を流す必要があります。そのためスピーカーのようなインピーダンスの低い負荷には大きな電流を流さなければ電圧を維持することはできません。エミッタフォロワーはそのようなインピーダンスが低い負荷に対してもかかる電圧を維持するという目的で使われ、その目的を達成するために出力に大きな電流を流すのであって、電流を増幅すること自体を目的として使っているのではないということが多いのです。それでエミッタフォロワーが使われている回路を目にしたとき、電流を増幅する回路として捉えるのではなく、出力したい電圧を出し続けるための回路と捉えると、回路をよく理解できることがあります。少しくどいかもしれませんが、エミッタフォロワーは出力先の負荷のインピーダンスが大きかろうが小さかろうが何ボルトを出力したいんだと望むその電圧を確実に出すために使うんだということを覚えておかれてください。ではエレキチアンプの出力部分をここまででお話ししたエミッタフォロワーの回路に変更することにしましょう。左に書いているのは前回の動画で作成したエレキチアンプ2号 C の回路です。これまでのエレキチアンプで採用していたエミッタ設置回路では出力がコレクタから取り出されるのに対し、エミッタフォロワーではエミッタが出力となりますから、スピーカーを含む出力部分をエミッタに接続し直します。直流成分を除くための抵抗とコンデンサの部分も同様にエミッタ側に移すと右の回路のようになります。このように回路を変更することでスピーカーを電圧駆動するようになります。今後このエミッタフォロワーを採用したエレキチアンプを作っていきましょう。次回の動画でこの回路の抵抗値などの計算方法を説明して、実際に値を求め回路の動作を確認したいと思います。今回の動画ではエミッタフォロワーの回路について説明しました。このエミッタフォロワーについては、僕が電子回路を学び始めた頃、スピーカーを鳴らすためにはエミッタ設置回路ではなくコレクタ設置回路、つまりエミッタフォロワーを使わなければならないということを知りました。でも実際にやってみると、このチャンネルの以前の動画シリーズで作ったエレキチアンプ1号で試した通り、エミッタ設置回路でアンプを作ってもスピーカーを鳴らすことができます。それでなぜスピーカーを鳴らすためにはエミッタフォロワーを使わなければならないのだろうと疑問に思いました。また解説の中で電圧駆動とか電流駆動とかいう難しい言葉が出てきて理解するのに本当に苦労しました。今回の動画では以前の僕が持っていたそうした疑問と同じ疑問をお持ちの皆さんが見てくださるかもしれないと思いながら説明しましたが、いかがだったでしょうか。さて今回はエレキチアンプの音を改善するためにどのように回路を変更すればよいのかということについて説明し、回路の形までは決まりましたけれども、まだ回路の抵抗値などの定数が決まっていません。次回の動画ではこれらの定数の計算の仕方について説明します。またエミッタフォロワーには直流をカットするために
トランジスタの出力と負荷を RC カップリングすると、出力電圧がクリップしてしまうという現象が生じることがあります。その現象についても説明し、どのように対策したらよいのかについてお話ししたいと思います。次回もエミッターフォロワーの回路を実際に設計するために不可欠な内容についてお話ししますので、ぜひチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。